ヤッホーとしきです。今回は序盤おすすめ攻略とタイタン完全攻略ということで、早速発売されてプレイしてるんですけど、早速強え召喚獣出てきましたね。今回はまず序盤の必須マテリアを3選ご紹介してから、連携アビリティを強化することのできるアクセサリーの入手方法、そして個人的にこれいいなと思ったボス討伐のテンプレパーティーをご紹介してから、最後にタイタン完全攻略ということでやっていきたいと思います。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。序盤必須級マテリア3選やってみたいと思います。当たり前にね、回復とかそういうのは除いて、序盤からゲットできる結構これからも有望だなと思えるマテリアを3つ紹介したいと思います。中にはね、入手方法が限定されているものもあるんで、その入手方法もね、ご紹介するのでご安心ください。まず1つ目は何といっても祈りですね。これはね、最初エアリスが持ってるんですけど、クラウドに装備して輝くマテリアかなって思いますね。ATB ゲージを2本消費して全体回復ができるんですけど、今ねレベル2まで育っていて回復量小っていう状態になってるんですが、これはね体験版で使うことができたケアルラプラス範囲化全員400ぐらい回復したんですが、今回クラウドに装備させてこの星2の状態で全員400ぐらい回復したんで、同等の効果が得られるといった感じになってます。 MP を消費せずにっていうのが一番肝ですね。めちゃくちゃ節約できるんで、最初からどんどん装備して、強くしていきたいマテリアですね。で、なんでクラウドがいいのかというと、そもそもねクラウドで操作する人が多いっていうのもそうなんですけど、単純にクラウドが生存能力が高いからですね。 HP も高いし防御力も高いで、なおかついろんな攻撃ができて遠距離もできるし、連携アビリティの主軸にもなってるんで ATB ゲージがね結構余ると思うんですよね。で、祈りは2本分使わなければ回復できないっていうところなんですが、2本分だったら簡単にクラウドを貯めれるよねっていうので、祈りはね前作からもそうですけどクラウドがうってつけかなと思います。そして2つ目、こちらは治療というマテリアですね。ポイゾナエスナレジストが使えるというやつで、ポイゾナーは毒回復なんでアイテム使えばいいんですけど、エスナですね、万能薬の代わりになる魔法が使えるっていうのが一番でかいかなって感じ。今後状態異常を結構多用してくる敵が出てきた場合に、この治療エスナが使えてないと厳しいバトルになるんじゃないかなと思うので、これはね誰かしらに装備させておいて、普段使わないけど一応エスナまで育てておいた方がいいんじゃないかなっていうマテリアですね。で、これ入手方法がちょっと限定されていまして、これから説明するんですけど、若干ネタバレが映るので、それを見たくないよっていう方は今このまま画面を伏せていただいてラジオ感覚で聞いてみてください。はい。それでは行きたいと思います。はい。治療のマテリア入手方法ですが、こちらですね。サブクエですね。サブクエのこちら、5番目、5個目っていう感じですかね。これをクリアすると、普通に自動的にゲットすることができます。で、このサブクエストはどこで受けれるのかっていうと、普通にね、物語進めていけば、全然街の中の掲示板とかに貼られるやつなんで、そんな難しいものではないですね。途中ね、特別なアイテムが必要になります。この、の爪っていうやつ。これが必要になるので、それはどこで手に入れるのかというと、今度は、レポート、ワールドレポートに移りますね。はい、ここ。これは言ってもいいかなって感じなんですけど、ライフスポットっていう探索レポートありますよね。はい、これが最初のエリアにいくつかあるんですけど、これをね、進めていくと、途中で、シークレットボスが現れましたよ、みたいなアナウンスが流れるんですね。で、それを倒して得られるのがさっきのの爪っていう感じですね。結構普通に順路というか、物語のこのサブクエ、ワールドレポートの順路通りに進んでいけば必ず出会えるんで、どこに出現したかっていうのもマップ上に現れますんで、ここはね、迷う方いないんじゃないかなと思います。で、そうすることで、このの爪を使って、あれをあれして、こうしてってやっていくと、このマテリア、治療のマテリアがゲットできるようになるんで、ぜひね、参考にして進めてみてください。はい、これでさっきのメニュー画面戻ってきたんで、ネタバレ自衛してた方は戻ってきて大丈夫です。そして3つ目、これ最重要項目ですね。ジャストガード強化というマテリアですね。おやおやと思う方もいるかもしれませんよね。これ自販機とかでも確か300ギルとかかなり安い値段で売ってるやつなんですが、これねマジで強いんですよね。前作からも結構な猛威を振るっていて、僕もねめちゃくちゃ好きで前作からずっとつけてましたね。そもそも星1レベル1の状態でジャストガードの受付時間延長、これがねすげえタイミングがゆるゆるになるんですね。この後のタイタン戦でもめちゃくちゃ役に立ったんで、ジャストガード強化、この受付時間延長はねつけておいていただきたいです
ね、特にね、死にゲーとかやってた方とか、アクション好きな方にとっては、ほんと判定がね、あ、こんな感じでいいのって思うぐらい緩くなりますし、アクション苦手な方はね、まあ必須でつけていただきたいかなって感じです。今作は回避よりガードの方が安定してダメージも減りますし、ジャストガードすればノーダメージで過ごすことができるんで、これはね、本当に強いマテリアかなって思いますね。で、僕はもちろん全キャラ、今ティファとレッド13で進めてるんですけど、全キャラにジャストガード強化つけてるんで、どのキャラでも、ガードがしやすい状態で進めています。結構キャラ切り替えて、バトルするのが好きなんで、これはね、かなり役立ってますね。ぜひ皆さんもつけてみてください。めちゃくちゃお得です、これ。って感じで3つ紹介したんですが、まあ、チャクラとかね、まあ、盗むとかいろいろあるんですけど、とりあえず、現段階では、なんかね、魔法の出番もあんまり少ないし、まあ、治療とかね、このマテリアでしかできないっていう能力を持ったマテリアが結構重要なので、あ、これいいなって思うのはどんどん育ててみてください。はい、続いて、連携アビリティの強化アクセサリー入手方法をやってみたいと思います。今回この画面に映っているフラタニティピアスというものをゲットすることができました。これはアイテムクラフトですね。作る感じのアクセサリーになってます。で、必要なクラフト素材がさっきのの爪ですね。あとは鉄鋼とかメドウチタンっていうそこら辺に落ちてる石ころみたいなので作ることができます。で、アクセサリー情報のところ、連携アクション、連携アビリティで与えるダメージが 10% 上がりますって、これ結構強くないですかね。本作の連携アクションと連携アビリティはマジで有能なんで、ある程度序盤中盤ぐらいまでは装備してても恩恵あるんじゃないかなと思いましたね。ただ火力を上げるという面では、単純にじゃあパワーリストとかハイパワーリストで力をパーセンテージ分増やせばその分火力が上がるんじゃないのとも思ってるんで、序盤ね、特に僕みたいに連携アクションとか連携アビリティ大好きな方はこっちつけてみてもいいんじゃないですかね。で、これアイテムクラフトなんでレシピが必要になるんですが、それどこでゲットするのかというと、またマップちょっと映りますので、自衛する方はこのまま画面を伏せてくださいね。はい、それでは行きたいと思います。はい、ここのワールドレポートでゲットすることができます。これどこかっていうと、まあ、最初の街がここなんで、まあ、ヒント的には、北西の方面って感じですかね。はい、これをクリアすることで自動的にゲットできますんで、アイテムクラフトでいつでも作れるようになります。ただ、このワールドレポートが出現するのはなんかね、僕結構最後、というか一番最後から2番目ぐらいだったんで、結構進めないと出ないのかなっていう感じはしました。特別な条件が必要というわけじゃなくて、じゃんじゃん進めていれば必ず皆さん出会うことができるんで、ぜひこれね、撮ってみてください。はい、それではボス討伐のテンプレパーティーやってみたいと思います。前回の僕のフェニックスの動画見ていただいた方はわかると思うんですが、やっぱりね、クラウド、ティファ、レッド13、この3人の組み合わせが個人的にめちゃ強だなって感じましたね。この後紹介するタイタン戦でももう確信に変わりましたね。で、クラウドは外せないのでいいとして、ティファですね。ティファがかなり重要な役割を持ってますね。ご存知の方たくさんいると思いますが、ティファの秘技解放というやつをやって、三角を押すだけで、敵がバーストした時のダメージ倍率をじゃんじゃん上げることができるんですね。最初 160% ぐらいからスタートして、単純にね、215% ぐらいまでは簡単に上げることができるんで、そっから全員のリミット技をぶち込むっていう流れがね、ボス討伐においてはもうほぼほぼテンプレになるんじゃないかなというぐらい、すごい強力な戦法になっていました。で、3人目がレッド13ですね。この子とクラウドとの連携技がめちゃくちゃ光ってました。クラウドと行うことのできるチェーンアクション、ハウルスマッシュ、遠距離からの魔法攻撃3連撃がすごい便利なのと、下のチェーンアビリティのユニオンライオットというところをご覧ください。クラウドとレッド13で切り込んで、効果がリミット技のレベルアップ。これですね。リミット技のレベルをアップしてから突っ込むことによって、バフデバフの魔法なしでもめちゃくちゃな火力が出ました。これほんと強かったっすね。だいたいね、ボスって HP 半分ぐらい切ったら超強強モードに移行しちゃうんで、ユニオンライオットを打ってリミット技のレベルをアップさせておく。そしてティファの秘技解放でバースト時のダメージ倍率を 215% まで上げる。そしたら、クラウド、ティファ、レッド13のリミット技を全員打ち込んで終了。まあ、この後のタイタン戦でね、目で見てもらえれば分かりやすいと思うんで、ぜひそっちも参考にしてみてください。まあでも基本的にはね、エアリス好き、バレット好きの方ももちろんいると思うんで、お好きなキャラでね、パーティー組んでやってもらうのが一番楽しいんですけど、個人的には、ボス戦はクラウド、ティファ、レッド13がかなりおすすめかなといった感じでした。ぜひ使ってみてください。はい、それではタイタン戦完全攻略やってみたいと思います。こいつもめちゃくちゃ強かったですね。一応ね、僕弱体化マイナス123出てるんですけど、最強レベルでしかやってないんで、下はわかんないんですが、マジで強かった。タイタンが HP を 50% 下回って、強強モードになる前に一気に倒しちゃおうというムーブで攻略してみました。前回の動画をね、見ていない方のためにも詳しく解説して実践の動画も流しますので、よかったら最後までご覧ください。タイタンのギミックの解説をしたいと思います。基本的にタイタンは
は物理でどんどん殴ってくるタイプのボスで、弱点属性がエアロになってます。ですが今回はね、あんまりエアロ使わなかったですね。なんかね、弱点って書いてあるんだけど、エアロそんな効くかっていう感じだったんで、で、特定の技をガードや回避し反撃するとヒート状態にできるって書いてあるんですが、連続で殴ってくるとかね、岩もぶん投げたりしてくるんですけど、連続攻撃とかそういうのをガードしきる、もしくは回避した後に四角で攻撃しようとすると簡単にヒート状態になりますってことですね。で、バリアを破壊すると通常より長くヒート状態にできるって書いてあるのは、これはね、HP が 50% を下回った時に発動するつよつよモードで、なんかね、大地の守りみたいな名前のね、バリアを張るんですね。で、それがすげえ硬くて、やっとこさ壊した後に通常より長くヒート状態になりますって書いてあるんですよ。で、このバリアを破壊するのがめちゃくちゃ苦労するんで、前回のフェニックスと同様、HP を 50% 以上に保った時にバーストさせて一気にリミット技で倒しちゃうっていう戦法でいきたいと思います。はい、続いて今回タイタン戦で使っていた装備とマテリア紹介していきたいと思います。まずね、基本的に物理でどんどん殴ってくるんで、このハードバングルカイっていうやつ、序盤の手持ちの中で一番物理防御力の高い防具を装備しています。で、アクセサリーはハイパワーリスト。これをね、全員分、ここはもう共通なんですけど、なるべく火力が出るような、体勢をとっていますね。まずはクラウド必須のものからいきたいと思います。回復と祈り、そして見破る。見破るはずっとつけてると思うんでこれでいいんですけど、ジャストガード強化ですね。これはかなり必須。先ほどもご紹介した通り、ジャストガードの判定がめちゃくちゃゆるゆるになるんで、今回のタイタン戦でもちょっとリミットゲージを貯めるまで耐久する必要があるんで、ジャストガードできる人はこれで、過ごすとかなり楽になると思います。で、あと治療とかつけてるんですけど、これは単純に AP 稼ぎでつけていて全然使わないんで、ここはね、好きなもの、育てたいものでいいと思います。で、今回魔法は使いません。魔法は一切回復魔法以外は使わないんで、風とか毒とかも全然使わないんで、MP は気にすることはないかなと思います。そしてティファもジャストガード強化と回復。で、下の段2つついてるんですけど、これも気にしないでください。全然使わないです。で、レッド13も回復と、ジャストガード強化ですね。本当にこれがね、マジで有能なんで、ジャストガード強化は必須かなって感じだと思っておいてください。はい、それではタイタン戦のざっくりとした作戦を先にお話ししていきたいと思います。HP をざっくり 55% ぐらいまで減らして、バーストさせる前に、レッド13とのチェインアビリティ、これですね、一番下ユニオンライオットで、リミット技のレベルをアップさせておきます。そしてまたバーストする前に、ティファの秘技解放を2段階行っておいて、バーストさせて、ショーダラッシュ爆裂剣強打と打ってダメージ倍率を 215% まで上げます。で、その後全員分のリミット技を打って終了っていう感じですね。結構わかりやすいと思います。はい、それではタイタンの最強レベルでやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずは全員のリミットゲージが溜まるまで耐久していこうというムーブでやっていきたいと思います。基本的にね、どんどんこうやって殴ってくるので、ガードしながら、逃げながら、で、クラウドの祈りで全員の HP を管理しながらっていうのが大きな流れですね。はい、ストーン。これジャストガードしてるんですけど、僕はね、もう何回もやってて慣れてるんですが、こういうマウンテングラッシュとかね、無理な場合はもうちゃんとガードでいいと思います。そんな入らないんで。で、この連携攻撃をガードしきるもしくは回避すると、ヒート状態になるよっていうギミックなんですね。はい、遠くからハウルスマッシュの連携技で2人の ATB ゲージを貯めていってますね。最初はね、そこまであんまり動きはないので、基本的にガードしながら、で、たまにバーストラッシュとかしながら、このぶん投げるっていうのは危険ですね。ガード不可能攻撃で、これを避けることでも、こんな感じでヒート状態に持っていくことができます。で、今回何をやってるのかというと、敵の攻撃でダメージを食らうと、リミットゲージが溜まってくんですよね。はい、マウンテンクラッシュもこれもわざとガードして、ぶん投げるに切り替わったらすぐ逃げるっていうムーブですね。今の結構重要なので覚えておいてください。たまにね、こうやって派生攻撃してきます。で、いろんなキャラに切り替えて、わざと攻撃当たっていこうっていうムーブですね。でもご覧の通り、物理防御高い装備揃えてきてるんで、ガードしても42とか86とか、はい、全員103とかね、これぐらいのダメージだったら、クラウドの祈りで回復量は事足りるんで、割とね、安心して耐久できるかなって印象でしたね。はい。ここら辺もゆっくりゆっくりといろんなキャラで連携しながら、
リミットゲージを貯めていってますね。はい、ジャストガードしてますが、無理な方は普通のガードでいいです。これでも十分ヒートゲージ、ヒート状態になるんで、はい、このままでいいと思います。はい、結構地味な絵が流れますが、もう結構リミットゲージ溜まってきてますね。ここで祈り回復ですね。で、他の2人にもケアルラーとか持たせてきてるんで、足りなければ皆さん各自ね、回復してみてください。はい、このぶん投げるも回避するだけでヒート状態になります。結構ここまでは弱いんですよ。で、ご覧の通り、あんまり攻撃してないのが分かりますかね。それでも HP が若干減りつつあるんですけど、もうね、ヒートゲージが溜まってしまうので、もうバーストしてしまいますね。はい、ここであんまりね、ダメージは与えすぎないでいただきたいですね。動画でもここでね、なぜか祈りをしだすっていうね、あんまり攻撃はしてないんですよ。で、ここ重要なのが今、レッド13がスピンファングっていう普通の攻撃アビリティ使いましたね。で、これをすることによって、今、レッド13のHP1787 の下の青ゲージが2から3に増えましたね。これが連携ゲージなんですけど、最低条件としてレッド13とクラウド両方3本ずつ必要なんですね。で、それが通常アビリティ打つとたまるよっていうことなんで、さっきのタイミングで、HP を調節しながら打ってました。はい、ここら辺もガードしながら、レッド13と、あとはティファですね。この2人のリミットゲージを貯めれば、もうあとはバーストさせて必殺技打って終了なんですけど、これがね、なかなかたまらないので、ちゃんと HP 管理しながらね、はい、こういう地雷みたいな攻撃も当たりに行くのか、避けてもいいんですけど、基本的にはね、難しくジャスガとか考えずに、これはガード不可能なんで無理なんですけど、基本的にガードしていれば回復はね、そんなに困ることはないかなって感じですね。はい、割とね、いろんなボスの中でも落ち着いて耐久はしやすいかなって印象でした。これからの召喚獣とのバトルでも役に立つようなね、練習になると思うんで、ちょっとね、ビビらずにいろんな方に挑戦してみていただきたいですね。で、無理だったら難易度下げればいいんでね、まずは最強でちょっとね、楽しんでいただきたいですね。はい、ストーンは、ストンガじゃなくて、ストーンの方は単体攻撃ですね。ここら辺でまた回復して、もう少しですね、あとレッド13、そうですね、これで、重点的に貯めていきたい感じ。わざと近づいて、もうガードをしてますね。で、一切攻撃してないですね。大体ね、重要なんですけど HP どこまで減らしていいのかっていうと、タイタンっていう名前のんぐらいですね。タイタのタまで差し掛かるとシールド貼られてしまうんで、タイタンの4文字目ぐらいまでで抑えておきたいですね。だからもうほとんど攻撃してないですよね。もうギリギリなんですよね。はい、ここら辺も落ち着いてガードしていきましょう。ジャストガードでもね、リミットゲージ溜まるんで、全員溜まりましたね。はい、ここら辺でそろそろもうヒート状態、バーストさせていきたいという動きが見えてきましたね。クラウドで遠距離からちょんちょん攻撃しながら、ちょっとタイミングを見計らってますね。相手の連携攻撃を避けたらヒート状態になるんで、それ待ちといった感じですかね。HP 管理も忘れず、これですね。これをガードしきるか、回避するかで、はい、こんな感じでヒート状態になります。ここから、バーストラッシュしたりして、ヒートを貯めていきましょう。もう HP 危なくてもこれで倒しきるんでいいんですけど、ちょっとね、様子見ながら、皆さんちょっとやってみてください。そろそろですね。で、これでバーストさせる前に重要なアクションが2つありますので、説明したいと思います。確かまずはね、ティファーかな、そうですね。ティファに切り替えて、秘技解放を2段階しておく。ここですね。はい。結構ね、時間的余裕があるんで、2段階したら切り替えて、で、連携アビリティ、チェーンアビリティですね。ユニオンライオットを打ってリミット技のレベルを上げておきます。で、この攻撃と同時にバーストさせれたらラッキーって感じですね。はい、ここで三角連打して小打ラッシュと爆裂剣を打ってバーストのダメージ倍率 215% まで来ました。ここまで来たら全員のリミットを打って無事終了ですね。お疲れ様でした。クライムハザードレベル2ですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。レッド13もハウリングムーン打って、さあどのくらいまで減るのかって感じですね。ここね、僕ちょっとチキってティファもね、かかと落としとかやってたんですけど、最後これクラウドの攻撃当たってちゃんと沈めることができるんで、大丈夫だと思います。無事倒せました。ありがとうございました。こんな感じで耐久さえできれば HP 管理さえできれば召喚獣のバトルは意外と思ってるより簡単なんだよっていうのが分かったかと思います。パーティーレベルもね、みんなレベル23とか4ぐらい序盤のレベルで十分勝てるんで、ぜひ皆さんに挑戦してみていただきたいですね。今後の召喚獣バトルね、こんな感じでうまくいくか分かりませんが、練習
習相手としては申し分ない強さだったんで、ぜひ楽しみながらやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。序盤おすすめ攻略とタイタン完全攻略でしたが、いやーマジで楽しいし、チョコボ可愛すぎてちょっとやめ時がわかんないですね。マジで神ゲーだな。今後もね、いろんな寄り道しながら見つけたものはどんどん動画に上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。